皆さんこんにちは。海外への引っ越しを目前に家の中のものをかなり手放してきましたが、今回の動画では逆に海外に行く前にあえて買い足したものをご紹介します。引っ越し前なのに買うのと思うかもしれませんが、海外だと安くて質のいいものがすぐ手に入るとは限りません。現地ですぐ使うものや日本で買った方が選びやすいもの、そして間に合わせで買うと後で手放しにくくなりそうなもの、そういうものはあえて日本にいるうちに揃えておくことにしました。日常生活で使うものばかりですので、引っ越しをする方だけではなくて皆さんの参考になりましたら幸いです。まず一つ目はエイラスのお茶碗。実は今使っているお茶碗にひびが入ってしまったので、引っ越し前に買い替えることにしました。以前の動画でも紹介しましたが、今回のアメリカへの引っ越しでは航空便を使わないので、現地に着いてすぐ使うものはフライトの預け入れ荷物で持っていく必要があります。だから食器も割れにくくて、でも素敵なものを探していました。エイラスの食器はデザインが素敵なのはもちろんですが、1000回落としても割れない耐久性と障害保障がついているので、フライトで持っていくのにちょうどいいと思って購入しました。食器ぐらい現地で買えばいいのではという考え方もあると思います。でも食器は一度買うとすぐに壊れたり消耗したりするものではないので、意外と手放しにくいものでもあります。だからこそ間に合わせで現地で適当に買うのではなくて、前から気になっていたものを日本で買って持っていくことにしました。2つ目はエイラスの六角シリーズ。こちらは普通のお皿としても使えるし、保存容器としても使えます。お正月のお重箱としても使えそうな綺麗な佇まいです。六角形の朝皿は蓋としても使えるし、小皿としても使えます。普段使いはもちろん、保存容器としても使えて、行事ごとにも使えそうなもの。そういう万能な食器なら、海外生活にも合いそうだなと思い購入しました。3つ目はエイラスのスプーンです。よく売られている普通のスプーンは私の口には少し大きいなと感じていました。こちらのエイラスのスプーンは細長いので、大きな口を開けなくても上品にお食事をいただけます。毎日使うものだからこそ大きさや重さが使いやすいものにしたい。海外のカトラリーは日本より大きく重いものが多いので、カトラリーも日本にいるうちに買い足しました。ちなみにフォークやナイフはすでに持っています。4つ目はブラシが小さい歯ブラシ。子供用も大人用もそれぞれ6本ぐらい買いました。以前ベトナムに住んでいた時に頭が小さい歯ブラシが見つからずに困った記憶があります。アメリカで小さい歯ブラシが買えるところが見つかるまでの安心のためにも、使い慣れたサイズをいくつか持っていく予定です。5つ目は子供の好きなキャラクターグッズ。娘が今ハマっているプリキュアのグッズを買い足しました。一時的なブームかもしれませんが、子供が今好きなものでときめく気持ちを大事にしてあげたい。おそらくアメリカでプリキュアグッズは手軽に買えなさそうなので、少しだけではありますが、キャラクターグッズを買い揃えておきました。6つ目は日本語の絵本です。海外では日本語に触れる機会はどうしても少なくなります。だから家の中で日本語に触れられるものを増やしておきたいと思っています。絵本は重いし場所も取りますが、日本語に触れるという点でも、親子の絆を深めるという点でも持っていきたいと思っています。7つ目は子供用のドリル。本格的に勉強をさせたいわけではなく、毎日ちょっとでもいいから机に向かう習慣を作りたい。海外生活が始まると、最初は環境の変化に慣れるだけでも大変だと思います。そんな中、落ち着いてドリルをするルーティンがあると、生活のリズムも作りやすそうです。子どもたちもゲーム感覚で楽しく取り組んでくれているので、お勉強というより楽しい時間として取り入れたいと思います。8つ目は無印の5本指ソックス。
かなり個人的ですが、私にとっては欠かせないものです。5本指ソックスを履くようになってから外反母趾が良くなりました。それに指の間が蒸れる感じがなくなって、一日中快適に過ごせるようになりました。一度これに慣れてしまったので、普通の靴下には戻れないんです。以前ベトナムに住んでいた時は、5本指ソックスを探すのに苦心しました。なので、アメリカでも困らないように数足買っていくことにしました。9つ目はラロッシュポゼ。日本で売っているものと海外で売っているものでは成分が違うそうです。ベトナム時代にこちらも手に入りにくく苦労したので、何本かストックを持っていくことにします。スキンケアは現地でいいものを探す楽しさもありますが、肌に合わなかった時のダメージが大きいです。特に引っ越し直後は気候も水も生活リズムも変わるので、最初は使い慣れたものを持っていくに越したことはありません。10個目はキュレルです。私にとってキュレルのクリームはもう生活必需品と言っても過言ではありません。お肌が揺らいでもどんなに乾燥していてもこれがあると安心できます。化粧品は使用期限もあるので本当はストックはしたくないのですが、こちらも安心のためにストックを3つほど持っていこうと思います。海外への引っ越し前はできるだけ物を減らしたい時期です。今日ご紹介したものもどれも現地で代わりのものが買える可能性もあります。でも到着してすぐに探すのは大変ですし、サイズ感や使い心地が合わないまま間に合わせで買ってしまうと、結局使わずに手放すことになる可能性も高いです。だから今回は本当に使うもの、現地で探すのが大変そうなもの、そして長く使いたいと思えるものをあえて買い足しました。持っていくものを減らすことと、現地での生活を楽にするものを揃えておくこと、その両方のバランスを取りながら新しい暮らしの準備を進めていこうと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。